超速応急処置、ぎっくり腰はここ押せ。はい、整体院勝院長の勝です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、超速応急処置、ぎっくり腰はここ押せということでお伝えしていきたいと思います。はい、この動画をご覧になっていただいているあなたは、今現在進行形でぎっくり腰になられているかと思います。なので、まずはですね、今回お伝えするこの場所を押していただいて緩めることによって、その場でぎっくり腰の痛みですね、解消することできますので、ぜひですね、最後までご覧になっていただければと思います。はい。ではですね、早速押す場所をお伝えしていきたいところなんですけども、まずはですね、簡単にぎっくり腰になってしまうメカニズムについて説明させていただければと思います。なぜこの話するかというとですね、これを知らないとですね、正しい場所を押すことができないですし、かつですね、痛みが再発してしまったりとか、ぎっくり腰を繰り返してしまうことになりますので、ぜひですね、まずはこれをご理解いただければと思います。はい。まず一言お伝えするとですね、ぎっくり腰というのは腰の捻挫なんですよ。はい。腰の捻挫なんですね。腰の関節だったりとか、腰の周りについている筋肉の捻挫になります。はい。特にですね、ぎっくり腰をするときっていうのは、前後の動きだけじゃなくって、ひねりの動作が入ったときに起こりやすいんですね。はい。体を前にかがんだ時とか、体を後ろに反ったときだけではなく、前にかがみながらひねったりとか、後ろに沿ってひねった時にグキッといったりするんですね。はい。っていうのは何かというとですね、この腰椎という腰の骨というのはですね、ひねる角度っていうのはほとんどないんですね。はい。ひねるというのはだいたい5度くらいっていうふうに言われています。腰椎5つあるんですけども、それが1度ずつですね。5度っていうのはもう本当にこのくらいですよね。はい。なので、そもそもひねる動作の機能っていうのがないんですよ。じゃあですね、ひねるときになんで腰痛めてしまうかっていうと、他のひねられるべき関節がひねられていないからということになるんですね。っていうのは何かっていうと、股関節なんです。はい。このように股関節というのはすごく回旋する関節なんです。股関節が固まってしまっている方というのは、腰が回旋してしまうことになりますよね、結果的に。なので、股関節が日頃から硬い方っていうのは、実際腰がひねられてしまって、ぎっくり腰になってしまうということなんですね。なので、ぎっくり腰になってしまって、よくやりがちなこと。腰に湿布を貼ってコルセットで固めてしまうことですね。はい。それをすることによって腰の痛みをですね、湿布で抑えることができて、かつですね、腰を固めることによって腰が動かないですから、傷になってるわけですよね。捻挫ですから。それで痛みが起こらないことになるんですけども、結局ですね、じゃあ原因って何ですかね。股関節が固まっていることですね。それをほっといてしまうと、またですね、繰り返してしまったりとか、実際コルセットでですね、完全に固めているわけではないので、いざ動こうとした時にですね、また腰が動いてしまってですね、傷が開いてしまって長引いてしまう。そして何よりぎっくり腰を繰り返してしまう原因っていうのは、原因に対して何もしていない。ただただ痛みを抑えて固めているだけということになるんですね。なので今回ですね、お伝えするというのは、この股関節の動きをですね、その場で良くして、腰が動かずに済むことによって、その場で腰の痛みも起こらなくなりますし、かつですね、ぎっくり腰の根本原因である股関節の動きを良くすることによって、繰り返すこともなくなるという方法になります。はい。ではですね、股関節のどこを押せばいいのか、緩めていけばいいのかというお話をしていきたいと思います。はい。特にですね、ぎっくり腰をなられる方というのはですね、今回の応急処置ですから、股関節の中でも、この前と横についている大腿筋膜張筋という筋肉が結構キーになるんですね。はい。この骨盤のですね、腸骨梁といって上の骨ですね。上の骨の前の出っ張り、上前腸骨極出っ張りから、この大天子、大腿骨の出っ張りですね。ここについている大腿筋膜張筋という筋肉が固まると、股関節の回旋が弱くなってしまうんですね。なので、ここの大腿筋膜張筋を緩めていくことによってですね、股関節の回旋が復活して腰の痛みが起こらない、そしてぎっくり腰が繰り返さないということになります。はい。ではですね、お待たせいたしました。実際にですね、大腿筋膜張筋を緩めていきたいと思います。はい。ぎっくり腰の方というのは、痛みがすごく強く出てしまっている状態なので、ストレッチだったりとかトレーニングなどの動かすようなことってあまりできないですよね。なので、直接押すという刺激を入れながら緩めていきたいと思います。はい。大腿筋膜張筋の場所をしっかり捉えるというのが最大のポイントになりますので、まずそこから説明していきたいと思います。はい。先ほど説明したように、骨盤のですね、上の骨、はい。腸骨梁というですね、骨の出っ張りがあると思います。はい。骨盤の上の出っ張り、へりからですね、どんどん前にずらしていただくと、上前腸骨極といって、
このですね、出っ張りがあるかと思うんですね。骨盤の出っ張りです。で、骨盤の出っ張りがありましたら、次は大腿骨。大腿骨の大天子というですね、ここに出っ張りがあるかと思います。これをつなげる筋肉なんですね。で、立った状態だとなかなか押しづらいですから、座った状態で結構です。はい。座った状態で、ここに対してグッと真ん中に向かって、体の真ん中に向かってグッと押すような方向でグッと刺激を入れていきます。で、両方同じ場所をですね、押していきます。このままグッとですね、押していただくと、ぎっくり腰の方、ここもうカッチカチに固まっているかと思いますので、結構こう痛気持ちいい形になるかと思います。この状態でぐーっとまずはですね、10秒間押していってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。10秒終わりましたら、ちょっと休憩していただいて結構ですから、少し休憩終わりましたら、もう一回指をぐーっと大腿筋膜張筋ですね、真ん中に向かってぐっと押していただいて、この状態でですね、動かせる範囲でいいです。動かせる範囲で、少し体を前に丸くするように。はい。動かせる範囲でいいですから、丸くしてゆっくり戻す。はい。押しながら戻すことによって、さらに筋肉に刺激が入るんですね。はい。押しながら前に倒してゆっくり戻す。これをですね、10回繰り返していきたいと思います。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻します。はい。この前の動きが終わりましたら、次はですね、ちょっと指休憩していただいて、もう一度同じように大腿筋膜張筋ぐっと押しながら、次はですね、左右ですね。左右に倒していきます。特に右に倒した時は右手をぐっと押し込むように。そうすることによってさらに大腿筋膜張筋に刺激入りますから、右に倒した時は右を強く押す。そして左に倒した時は左を強く押す。この動きをですね、動かせる範囲でいいですから、10回ですね、左右繰り返していきたいと思います。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これで左右終わりましたね。はい。ちょっと指休憩しましょうか。はい。次ですね、続きまして、また大腿筋膜張筋をぐっと押します。押しながら次はですね、ゆっくり回転するような形です。はい。時計回り、反時計回り、両方行っていきますから、この時もやはり、右にちょっと触れるときは、右手をぐっと押し込むように、そして左に触れるときは左手をぐっと押し込むように、これをですね、時計回りでまずは10回繰り返していきましょう。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ちょっと休憩しましょうか。反対の時計回りも行いますね。またぐっと押しながら触れてる方にぐっと押し込むような形ですね。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、いかがでしょうか。だんだん股関節の動きが良くなることによって腰との連動が良くなって動く範囲が広がってきているの分かりますかね。そして最後ラストです。ラストはですね、同じように大腿筋膜張筋をぐっと押し込んでいただいて、パタパタ足をですね、内側外側と開くような
形で行っていきます。はい。この時もやはりぐーっと押し続けながらですね、内側に行く、外側に行く、内側に行く、外側に行く。この動きをですね、10秒間繰り返していきたいと思います。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。はい。このですね、5つの動作を行うことによって、大腿筋膜腸筋、股関節がどんどん柔らかくなってきますので、先ほどの動き、前に倒したりとか、横に倒したりとか、左右に軽くひねったりする動き、結構楽になってるかと思うんですよ。なので、まずはですね、この大腿筋膜腸筋を緩めていただいて、股関節の動きを良くして、ぎっくり腰の根本的な原因を解消しつつ、そしてこの後ですね、コルセットで固めていただくことによってですね、腰が動かずに済む状態、そして股関節が動きますから、腰の傷口がまた開くことがない状態になります。はい。ということで今回は超速応急処置、ぎっくり腰はここを押せということでお伝えさせていただきました。はい。今回の方法をですね、お使いいただくことによって、その場でぎっくり腰の痛みをですね、抑えることにもなりますし、かつですね、何よりぎっくり腰の根本的な原因を解消して繰り返さなくなる。はい。ぎっくり腰をですね、癖になってしまっている方というのは、腰が痛くない時もですね、日頃からこれを繰り返すことによって予防にもなりますので、ぜひですね、活用していただければと思います。またですね、今回の動画はですね、私のオリジナルの内容ではなく、私の仲間の先生のですね、国中先生の動画を参考にさせていただきました。はい。国中先生のオリジナルの動画ではですね、今回の内容をさらにですね、詳しく丁寧に説明していただいていますので、ぜひですね、国中先生のオリジナルの動画もご覧になっていただければと思います。はい。国中先生のですね、動画のリンク、下の説明欄に貼り付けさせていただきましたので、ぜひですね、ご覧になっていただければと思います。この動画が役に立ったという方はぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また、動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ、順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。